メカニズムを理解することが、今俺たち日本人に必要なことなのよ。ガイルはまあ最強クラスだと思うよ、俺は。ガイルはもう絶対最強クラスある。最強クラスあるんだけど、最強クラスっぽくないオーラが出てるのが、良くないね。みんな騙されないでね。マスター隊でも勝率も下の方。確かにね、難しさはある。やっぱね、技が少ないっていうのと、対空やっぱむずいからね。ごめん、なんか変な技出た。ベガいけるわ。ガイルベガは、結構、ベガいける。やっぱり、ソニックに対して、サイコクラッシャーがやっぱある。これはね、結構嫌だと思うね。で、あとやっぱ飛びもあるんで、二つある。ベガってホンダの上位互換。まあ、そうはそうなのかな。まあ、上位互換って言われるとちょっとなんか違和感あるけど、まあ上位互換みたいな感じではあるね。ストローク待ちゲーは、正直、意見言ってる人俺あんまいないと思うよ。いや、本当にね、ストロークを待ちゲーだと思ってる人は、ガチプロだけだと思うよ。いや、むずいと、ストロークを待ちゲーまで消化させるのはかなり難しいと思うよ。俺、ベガはね、結構ね、ネモさんと対戦して思うけど、まだね、ゲージの使い方とかは、怪しいと思う。全然決まってないと思う、まだ。だからね、マインがやっぱ偉すぎて、なんかとりあえずマインをつけるみたいなのが多いんだけど、いや、これマインじゃない方がよくねっていう展開も結構多いんだよね。ユーでマイアクト2000前後のやついつも受けな感じなんですけど、試合をコントロールするでおすすめキャラ。試合をコントロールする。試合コントロールするってやっぱガイルとか、やっぱあれじゃないかな。ゴーキとかは相当後出しキャラだと思うね。だからホンダとかがすごい初心者隊で強い理由って、攻めてるからなんだよね。しかももっと言うと、攻めと守りが同じ行動っていうのもまた強いよね。攻め続き、守り続きみたいな。簡単よね。あと、ガイルのさ、ソニックブームって、対強に強いんだけど、対空がしないと弱いんだよね。対空できないと弱い技なんで、そこがやっぱちょっとむずいよね。アングリーバードはバウンアウトします。それが何なのかというと、いや、ここで中足ラッシュ打ったらバウンアウトするよね。打ちたくないよね。みたいなのがない。マジで、どんな状況でも出てくると思った方がいい。もう、昇竜も、黒字のあれださ、アングリだから。これ見て。わかる？アングリバードこれ。バウンアウトした時に黒字で帰ってくるから。この、メカニズムを理解することが、今俺たち日本人に必要なことなのよ。このマインドね。これがね、圧倒的にね、いや、これさばきがうまいんじゃないんだよね。バウンアウトすると、この技打ちたくなるよねってなるの。選択肢が多分狭まるんだよね。攻撃側が。それを逆に多分ちゃんと、やってる。あと、剣が、最強クラスにバーンアウト強いってのがあるのよ。SA1 が竜巻コマンドで、強いからね。当たるとマジでもう回復しちゃうから、入れ替わって。ただわかんない。どういうメカニズムかわかんないけど、とりあえず、アングリのバーンアウトは、マジの黒字だね。俺結構ね、最近意識してるのは、3ラウンド目は、もう SA ゲージ当たるところはもう結構打っちゃう。コンボとかも、SA1 とかも結構打っちゃう。当たるんだったら。どうせもう使わないし、みたいな。アングリの技を振らせて、がうまいんだよね。てか、勝ってるプレイヤーの差し返しがやっぱうまいんだよな。運ゲーじゃないんだよね、差し返しって。冷静だね。ストロークのシステム理解高い日本人誰だと思うんですよ。かけるは相当高いと思う、俺。だから俺かけるをキャラ変えても勝ってるんだと思ってるよ。もう、これよこれわかる？今見ました？今のアングリーよ。バーンアウト、とりあえず何も無風で終わんのよ。無風で終わって、俺6本っていう。これできたら強いよね。って。黒字でしょ？これアングリーだから、これ。これをね、ちゃんと理解したい。で、俺だけ意識してんのよ、この黒字化計画。で、これは、要するに攻略の問題で、バンとが黒字になるわけじゃなくて、バン
トの理解力にすごい差があるから、バーンアウトしてる側が結果的に今勝ってるだけであって、最終的にはこのプレーも俺は良くないと思ってる。そのバーンアウトするっていう選択肢自体は。もっと攻め側も、じゃあそういうバーンアウト中の振ってくる技の理解とか上がってくると、相手のね、バーンアウトしてる側のこう選択肢を理解すると、さすがにね、有利でしょって思うから。なんだけど、攻略ってやっぱり、そういう、なんだろうな、未来は間違ってるかもしれないけど、今が正しいっていうものなんですよ、基本的にね。だから、やっていきたいなと思ってます。ちょっと先行って、勝ってる人って先行ってるってね。勝ってる人ってのは、勝ってない人は先行けてないんです。だから先行ってる人のプレーを参考にして、追いつく努力をするみたいな感じですよね。ベガ5強はないと思うな、俺。5強はないと思うよ。キャミエド、ゴーキ、ラシード、ガイル。俺ガイルかなり強いなと思ってるから。ケンとベガって、ケンの方が強いんじゃないかな。ベガの方が強いのかな。ごめん、ザンギ入るよね。ザンギは入るわ。ザンギ。ゴーキ弱い言ってる人が増えてるけど、どう思いますか？いや、そうかもしんないですけど、俺はめちゃくちゃ強いと思ってますよ。ゴーキは相当強いと思う。この中で僕じゃないんだ、孫さんぐらいだけ。他に誰が言ってると。いや、ゴーキって、あれをしないといけないのよ。100機とか使わないといけないの。絶対に。理由は、使わなかったら剣の方が絶対強いから。で、100機とか、空人とか、おぼろとか、あそこら辺使うと、安定感が減るから、多分ゴーキスが結構嫌がってるんだけど、実際は相当強いでしょって。地上戦だけやるなら絶対に剣。だから剣から、ゴーキに行った人は、やっぱちょっと大変だったと思うよ。なんかこれ、思ったより地上きついんだけど、みたいな。いや、あとね、やっぱ、いろんな技を使うべき。一文字は強いね、ガチでね。タマメインの梅ちゃんが剣に戻るなんだろう。剣は絶対最強キャラじゃない。多分これも確定してると思う、現状。すごい強いキャラ、上位だと思うんだけど、最強キャラじゃないよね。ゴーキは最強キャラの可能性がある。10年後剣の方が強いかもしれないんだけど、わからないよね。だから、ゴーキはやっぱ、掘って、本当にお前どこまで強いんだみたいなのは、こうやりたいってのはあると思う。しかも弾はもう本当に、ゴーキの弾最強だから、トリックムより強いでしょ。トリックムより強いは言い過ぎなのかな。マジでやばいと思う。ゴーキラッシュ弱くない。ゴーキラッシュ、ケンとかの方が強いと思うんだけど、ゴーキのラッシュは多分ないと思うよ。てかね、ラッシュっていうものが弱いっていうのがないと思う。相対的に見たときに、ゴーキが例えば一番下だったとして、ラッシュの強さがね、DJ とか、強いキャラがいてね。だけど、ラッシュっていう選択肢自体が強いから、絶対に腐らないね。